はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは、レッドシュアー S12 ウルトラ。技術的にも音質的にも進化した S12 シリーズプレイナードライバー搭載の最新モデルです。ウルトラって名前ついてるけど、何がウルトラなの？徹底的に洗練された内部構造がウルトラ。S12 の集大成って感じになるかな。スマホでも鳴らせるって聞いたことあるけど？そう、プレイナードライバー搭載モデルは以前ほど鳴らしにくいって印象はなくなってる。スマホ直接差しはちょっとおすすめしないけど S12 ウルトラには DT01 プロっていうタイプ C バックケーブルが付属してるからスマホでも十分鳴らせる。以前のモデルより多少価格は上がっていて Amazon だと27,500円になってたけど付属の DT01 プロダックケーブル単体で約3000円くらいするから実質的な値上げ幅はさほどでもないかな。確かにそうだね。外観はアルミ合金のシェルでカラーはグレーとモカの2色展開。デザインは S12 シリーズを継承しつつメスコネクター周りのハウジングが再設計されていますね。見た目もちゃんと進化してるってことか。そうね。サイズは上の通り。重さは片側 5.9g。装着感は軽く長時間の使用でも疲れにくいと思います。耳の妖精的には軽いのは正義。ミミーちゃんはいっぱい食べれば重さなんて気にならないでしょ。まあね。14.8mm のドライバーは S12 と同じサイズだけど内部構造が改良されてるとのこと。あんまり詳しくは書かれていないけどより安定したパフォーマンスを実現してる。それがドライバーエボリューションってことなんですね。そうなるね。音の進化って具体的にどう違うの？広域の伸びはそのままに刺さり感を抑えてる。 S12 の鋭さが苦手だった人にはウルトラのマイルドさがちょうど良さそう。安心して長時間聴けるチューニングだね。ケーブルも進化してるんですよね。そう、392芯の銀メッキ銅ケーブルで導電性と耐干渉性能が高い。プラグも 3.5mm と 4.4mm が交換でき DT01 プロも付属してるから環境に合わせて使える。 S12 ウルトラの波形と今までの S シリーズで手持ちのものを比較した波形です。どんな感じ？低域が今までより強めに見えるね。詳細はサウンドチェックの後で触れよう。ちなみにバンドルイヤーチップ2種とディバイナスベルメットとの比較波形がこれ。大きな違いはないようだしいつもの通りこの先はベルメットで進めるよ。了解。サウンドチェックはこの2モデルとの比較だね。そう、音調整基準は S12 ウルトラにしたので S12 オリジナルの声域が鋭く聞こえると思うよ。はい、ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。
ンドチェックでした。やっぱりウルトラはマイルドに聞こえました。S122024 は中間的な存在なのかな？そうなるね。ウルトラにかなり近い形になってる。限定モデルだったからもう売ってないと思うけど、2024モデルベースのチューニングになってるみたい。ウルトラと2024モデルは S12 オリジナルより2から4キロあたりを少し落とし、低域を出すことでうまくバランスをとってる。4から8キロあたりはどのモデルも波形がほぼ重なってる。10キロ過ぎの S12 オリジナルの出方は比較すると特徴的。この比較では低域が一番出ていない分、高域が目立つという結果になっている。でも S12 シリーズの基本のカーブってそんなに変わってないんだね。そこはメーカーさんのこだわりなんじゃないか？やはり S12 オリジナルは広域のきつさを指摘した人が多かったんでしょうか？そうなんじゃない？プレイナーモデルは広域がきつい傾向で敬遠されがちな時期もあったようだから。確かにそうですね。そこからどのメーカーさんも広域をマイルドにしつつ伸びを失わないように改良という傾向だったように思います。そう、そんな感じだね。じゃあ S12 ウルトラを聞いた印象を教えてください。最初にウルトラを聞いた時、違和感が全くなかったんだ。3ヶ月ぐらい前に S12 ウルトラのプロトタイプを聞かせてもらって波形測定もしたんだけど、その時の印象とも少し違う。波形は公開できないから言葉だけになるけど、プロトタイプの方が低域が出ていなくて S12 オリジナルとあんまり印象に変化ない感じだった。ではなぜウルトラを最初に聞いた時違和感がなかったんでしょう？ S122024 の存在だろうね。さっきも言ったけど S122024 ベースのチューニングだからかもしれない。 S12 は鮮明だけど同時に広域の鋭さが苦手に感じる人も多かったように思う。ウルトラはその部分がマイルドになってて長時間聞いても疲れない安心感があった。そこが S12 ウルトラの特徴だけど、同時に広域の鋭さをやや手放してしまった感はある。なので S12 のチューニングに満足している人にとってウルトラは広域が少し物足りないと感じるかもしれない。ジャックさんはどっちが好き？私はウルトラの方が馴染みやすいね。低域は波形で見るほど強いとは感じなかったし、ボーカルも自殺音が減って聞きやすかった。シンバル系も同様の傾向だったね。S12 オリジナルをレビューした当時はその改造感に感動したけど、それ以降数えきれないほどのモデルを試聴し、今 S12 を聞いた時に当時ほどの感動は正直ないし、 S12 ウルトラを聞いてもそれほど驚くようなことはなかったけど、高いレベルでの安定した性能、マイルドになった広域は聞いた瞬間の安心感がある。もっと高額なモデルと比較した時の差をそれほど感じない気もする。なのでコスパは結構いいんじゃないかな。S12 オリジナルの発売から3年ぐらい経つと思うけど、新たに S12 シリーズを買おうと迷っている場合はウルトラをおすすめするね。大きな衝撃はなかったけど S12 ウルトラは聞きやすくていいモデルだと思ったよ。はい、ということでレッドショアーの最新プレイヤーモデル S12 ウルトラのレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。